この宇宙には私たちの住む世界と並行した別世界、すなわちパラレルワールドが無数に存在するという。そこでは別の自分が別の現実の中で生きている。それらの世界が交わることは決してない。だが広い宇宙では時に奇跡が起きる。日本の首都東京、その片隅にある古いアパートの一室で今まさに奇跡が起きようとしていた。買い置きのインスタントラーメン絶対にもう一個あったはず。昨日から何も食べてない。なんで私ばっかりこんなに不幸なの？英子、え？こっちにおいで、英子。何？お化け？ UFO？ 怖がらないで英子。僕は君の願いを叶えるためにここまで来ていた。ちょっとやめて、それやめれる？ごめん、お腹空きすぎて幻覚を見てるのかと思って。失礼な。僕は平行世界からやってきた物質文明の最終到達点、人間の願いを現実化する究極のマシンだぞ。なんかよくわかんないけど、私の願いを聞いてくれるの？その通り。時空を超えた旅をして出会った人の願いを叶える、それが僕の使命なんだ。じゃあ私今ラーメンが超食べたいんだけど。お安いご用さ。嘘、すごい。これで信じる気になった？信じる。いただきます。待てよ、今度は何？願いが叶うのは一度だけ？これを食べたらおしまい？特に制限はないけど。じゃあ叶えてほしいことがあるの。びっくりしたな。何？幸せになりたい。え？私ね、1年前に上京して誓ったの。絶対に幸せになってやるって。でもいくら頑張ってもうまくいかなくて、特に最近はバイトはクビになるわ、お財布は落とすわ、買い置きのインスタントラーメン切らすわ、もう散々。正直めげそうになってたんだ。だからね、お願い、私を幸せにして。無理だね。は？なんで？幸せってある意味究極の願いだよ。その形は人それぞれ。もっと具体的に教えてくれなきゃ。具体的に？なんだろう。お金かな。あ、やっぱイケメンな恋人？もっと綺麗な部屋にも住みたいし。なんかふわふわしてんな。君が本当に望んでいるものは何？そういえば今までちゃんと考えたことなかったかも。私にとっての幸せって
一体なんだろう。やれやれだ。お、すごい。僕はこれまで無数のパラレルワールドを旅して気になる人々を観察し記録してきた。記録？そう中でも彼は特に印象深い。この映像を見れば君にも何か学びがあるんじゃないかな。幸せが何かわかるの？それは君次第。何それ。っていうか彼すごく普通じゃない？割と好みのタイプだけど。そう。じゃあもし彼が人間じゃないとしたら？え？例えば遠い星から来た宇宙人。宇宙人？彼の名前は三石伊吹、明進大学獣医学部の3年生。でもその正体は遠い銀河からやってきた宇宙人テオなんだ。テオは故郷の星を怪獣に滅ぼされ地球へ脱出してきた。伊吹はそれ以来人間に姿を変えて静かに暮らしていたんだ。大学で学びながら友人や先生に出会って。君はこの前のワークショップの？はい、ようこそ天文研究会へ。どうも。だけどある日大事件が起きた。地球にも怪獣が現れたんだ。この怪獣ってテオの故郷を襲った？そうリアロガという宇宙怪獣だ。あずき？伊吹はそれまで自分の力を使うことを避けていた。でもその時ついに変身したんだ。目の前の命を守るために。瞬間地区。終わった。いや、始
しまったのか。聞いたかアプッチ、ウルトラマンテオのブルーレイボックスが発売決定なんだって。このブルーレイさえあればいつでも全話が見放題らしいよ。アプッチ、形は似てるけどこれはドーナツじゃないからな。ウルトラマンパズルシュワッチ。ウルトラヒーローと怪獣が大集結。登場キャラクターは60体以上。歴代ウルトラマンシリーズ作品のキャラクターから自分だけのチームを編成しよう。簡単シンプルなパズルゲーム。キャラクター固有の必殺技やコンビネーション攻撃が炸裂する。力を合わせパズルを攻略し宇宙の平和を守り抜け。ウルトラマンパズルシュワッチ好評配信中。テオってすごいね。初めは苦戦してたけどあんなに強そうな怪獣を。うわやっはなんなのこれ。あれいない。赤い玉、赤い玉くん。落ち着いて、僕だよ。怪獣に姿変えてみたんだ。え、怪獣？これから君はテオの物語を通じてたくさんの怪獣を見ることになる。でも君の世界には怪獣そのものがいないだろ。だから少し慣れてもらおうと思って。余計なことするな。それにしてもこんなに小さいと怖くないね。実感が湧かないっていうか。そう？ちなみにこの怪獣はキングゲスラ。今は子供の姿だけど育って大人になるとこんなだよ。ど、こっちになろうか。いいです。子供のままでいいです。とにかくテオの世界にはこんなのがいっぱいいるわけね。ビアロガの出現を皮切りに次々と怪獣が現れるようになってしまったんだ。地球怪獣も宇宙怪獣も見境なしに。この怪獣はソデラ。ビアロガが倒された直後に現れた。透明になる能力を持っていて、なんと怪獣を食べるという習性を持っている。怪獣が怪獣を？ひこの怪獣は年はがち。好奇心が旺盛で長い触手を使って気に入ったものをこっそり隠す習性がある。へえ、実家で飼ってたワンちゃんみたい。なんかちょっと憎めないかも。次はバルミリアス。口から光線を吐き、その翼は鉄のように硬く何でも切り裂いてしまう。これまた強そう。あれ、ちょっと待って。どうかした？今もう一体怪獣がいたよね。テオと一緒に戦ってたような。まあまあ、そう焦らずに順番に話すからさ。はい。なんか学校の授業見たくなってきた。これが本当に幸せにつながるわけ？あ、リアルガを倒す時に使ってた。さあ、手押しが向こうぜ。でも怪獣といっても戦って倒すばかりじゃない。怪獣たちにだってそれぞれ現れた理由がある。やめてー！この子は暴れてるんじゃない。誰かと遊びたがってるだけ。
あの鳥怪獣は親を探してる。今でもあなたのことを親だと思ってるんじゃないですか。大切な家族や仲間を突然失ったら辛いですよね。動物だって怪獣だってきっと同じです。お前が会いたかったのはこの人だろ。身勝手な人間に振り回されないでくれ。お前はお前の生きる場所を見つけて。愛する人間に捨てられた悲しみはどの動物だって、たとえ怪獣だって同じだよな。テオは彼らと時に戦い、時に守り、必死に向き合ってきた。中でも宇宙ポットで地球へやってきた小さな怪獣プッチーとの出会いは特別だった。名前はどこの星から来たの？小さくたって怪獣なんだよ。人目に触れたらどうなる？無事でいてくれ。さっさと運ぶぞ。よかった、無事だったか。ちょっと見つかっちゃうって。もしかして下長ベロベロ怪獣の居場所を知らせようとして？天文研究会の活動を再開させようと思うの。このプーちゃん、私よかったちにお世話たしない？。そうだよね。だってプッチ可愛いもんね。でもそれだけじゃないよ。お前たち俺が絶対守る。あれ？これってさっきの怪獣プッチーだったの？さあ、プッチーには巨大化能力が秘められてたんだ。何やら人の強い感情に関係があるみたいだけど。それにしてもすごい変わりよう。ずいぶんたくましくなっちゃって。よかった、プッチーがテオの味方で。だけどそもそもプッチーはなんで地球へ来たんだろう。それはまだわからない。プッチーを狙う怪獣調査の専門機関 UTTF も現れて、謎は深まるばかりだ。人目につかぬよう回収お願いします。ウルトラマンテオ変身アイテムデラックステオクリスタ。俺が守る。ボタンを押して変身だ。技に合わせて発光。6種類の技を解き放て。デラックステオクリスタ。ヒーローに会いに行こう。夏はウル様。ウルトラヒーローに会える夏。心躍るジオラマ。大迫力のライブステージ。ウルトラな夏の思い出を作ろう。ウル様で待ってるよ。チケット好評発売中。ウルトラヒーローと地球を守る作戦が始まる。横浜で体験できる2つの AR コンテンツ。スマホをタップして横浜の街を守れ。
激レアショットが撮れる AR フォトスポットや必ずもらえる体験キットにも注目。ウルトラマルチバース地球防衛大作戦好評開催中。さあエコ、ここまで見てどう？何か感想は？感想？この記録から学ぶことで私にとっての幸せが何かわかるかもしれない、そう言ったよね。その通り。確かにテオっていうか伊吹くんはすごい。だけど私は普通の人間だよ。宇宙から来ためちゃえばヒーローに学べって言われても困るよ。そうかな。宇宙人でも地球人でも人として重なる部分はあると思うけど。だいたいあんなすごい力があったら悩みとか心配とか無縁でしょ。嫌なことがあったらジョアピーって乱暴だな。彼も君と同じだよ。悩み学びながら地球での日々を過ごす一人の若者なんだ。次にこれを見て。伊吹にとって天文研究会のみんなは大切な仲間だ。元気いっぱいの天文研究会会長風間エマ、冷静でメカに強い泉環奈。なんか隠してる？今度は元レスキュー隊の苫部地渡る、通称ベッチ。いい飼い主さん見つけてあげるからな。ベッチな。ちょっと不愛想。いやクールな日浦凛太郎。俺は遠慮しとく。持って帰ろう。もちろん初めは噛み合わない時もあった。可愛いこいつのうんちですから。伊吹は地球のことをよく知らなかったからね。うんちには拾っていいうんちと拾っちゃいけないうんちがある。そうだったか。これでプーちゃんとはお別れか。でもみんなでプッチーを守っていく中で、伊吹は人間の持つ優しさ、強さ、痛み、そして命を取り扱うことの難しさと大切さを理解していったんだ。プーちゃんもお別れだってわかるんだね。プーちゃん。ゴンタって言うんだ。私の家族でもあり親友だった存在。3年前に病気で死んじゃったんだけど、私が生まれた時からずっと一緒だったんだ。だから結構ショックで。ゴンタは幸せだったと思います。失った辛さの大きさは幸せの大きさと同じだから。ね。遅くなっちゃってごめんな。はい、食べなさい。よいしょよいしょ。はい、こいつらの餌代もあるし、バイト掛け持ちしてんだよ。この子たちの世話一緒に手伝わせてくれませんか？ベッチさん、あと一回り。猫ちゃんたちの飼い主帰ってきたんですけど、ハワイ？いや違うんだ、違うんだよ。出張じゃなくてバカンスだったんです。なんで苫部さんニコニコしてられんだろう。ベッチさんも心の中じゃ笑ってないと思いますよ。もしかして苫部さんの感情にリンクしたの？あ、凛太郎とはまだ少し距離があるけど。食事は静かに食べたい。友達作りたいんだったら来る大学ここじゃねえよ。小さくたって怪獣なんだよ。俺は遠慮しとく。命の取り扱いか。そう、それは伊吹にとってプッチーとの出会いが授けてくれたかけがえのない学びだったんじゃないかな。あれ、エコ大丈夫？考えてみたらこの1年自分のことに精一杯で周りを気遣う余裕がなかったなって。でも伊吹くんは慣れない地球で頑張りながらみんなへの優しさを忘れてない。人間にも動物にも怪獣にも。それってすごいよ。彼みたいな優しさがあれば今の私も違ってたのかな。それがまさに学びだよ。人間すぐに変わることはできないかもしれない。でも今みたいな小さな気づきから毎日を少しずつ変えていけばいい。僕はそう思うよ。そっか、そうだね。あらま。元に戻ってる。てか
かやばそうな音。しまった。映像を見せるのに力を使いすぎたみたいだ。爆発？まさか。でも動けなくなる前に一旦元の世界に戻るとするよ。待って、私の願いはどうなるの？今日の学びを生かして君が本当の幸せに気づいた時、僕はまた現れるかもね。かもねって何？っていうか、いぶきくんの今後は？ブッチーはどうなるの？そうそう、りんたろうくんってずっと不愛想なまま？気になることだらけだよ。待ってってば。言っちゃった。はあ、やっぱり夢だったの？あ、突然の奇跡は過ぎ去った。英子とテオの世界はこれからも交わることなく続いていく。だが彼女が幸せに向かって新たな一歩を踏み出した時、奇跡は再び起きるかもしれない。伸びてる。珍しいですね。プッチーの様子見に来たんですか？私たちで新しい家族探しのイベントしてみる？君どういうつもりで来てるんだ。そんなこともできねえのかよ。大学だらけ。次回ウルトラマンテオ最後の幽霊部員。テオナビ。テオは怪獣に立ち向かう中でさまざまな技を使い分けているんだ。体が紫に発光した時は相手を切り裂くテオ氷。体が水色に発光した時は片手で素早く放つテオアロン。体が白に発光した時にはテオバリア。使い方にはさまざまなバリエーションがあるみたいなんだ。今後の活躍も見逃せないぞ。どうしたんだ？チャンネル登録。これ押せばいいのか。よし。うわー、なんだかわかんないけど俺も嬉しくなってきたよ。よかったな。